ございます。ありがとうございます。まあ本当1期生が基準作るから良くも悪くも完全なる1期生だからさ、彼らがどんどん先輩になっていくわけだし、やっぱ1期生って神格化されていくわけだからって考えたら結構重要な作業だからね。俺らの未来を左右する今日の一日になると思うんで。えいおー。まあ見た目で言うとあんまちょっとインパクトないんだよな。私やったら2020年以内に1億円ぐらいだよ。一回もなんか成功されたり。そんなそれでねえね。いろいろ知りたいなっていうのを思ってまして。なるほどね。はい。やっぱでも俺ら研修施設じゃねえからさ。あ、そうですね。うん。はい。この箱だとやっぱり35から40ぐらいはいってもいいかなと思うんで、ちょっと少ないかなっていう。ホームランです。きたー。いやー来ましだた。ー、よかったー。失礼します。はい。失礼します。よろしく。よろしくお願いします。取り寄せていただきます。はい。はい。よろしくおかけください。24歳、香川県出身、秋代、秋代って言います。いや今日はい。出た自衛隊。はい。自衛隊来たぞ。はい。母親がフィリピン人で、ハーフっていうところで、志望動機なんですけど、フィリピンの方の親戚の、おじいちゃんおばあちゃんとかもそうなんですけど、あまりやっぱいい暮らしができてなくて、まず親孝行とかその親戚の孝行をしていきたいなというふうに思ってます。なるほどね、家族のために自衛隊出たいしな。航空自衛隊航空自衛隊。はい。じゃあ飛行機操作できるパイロットを目指してたんですけど、の？まあちょっと試験の方が落ちちゃって普通に一般隊員になって、一応燃料課で勤めてました。補給してたんだ。はい。これを機にもう自分をやっぱり変えたいなっていうのをどこかでずっと思ってたんで、タイミングもすごく本当にもう運命じゃないんだろうかなっていうんで、うちあれじゃない、海外からのゲストとかも来るじゃん。そうですね。そのさ、そんな語学力で言ったら案内ぐらい問題ない。英語とか。案内、聞き取りとかの方がリスニングの方が得意なので、トークよりかは。リスニングが得意っていう部分で特技の聞き上手っていうところを表記していただいた感じですか今の。聞き上手っていうのは、人として話す際に、結構女の子からとか、誰に対してもですけど聞くのがうまいんじゃないかなって言われて、なんていうんですか、絶妙なタイミングで相づちを打つとか、絶妙なタイミングで相づちを打つとか、はい、絶妙なタイミングで相づち打つ。ちょっと質さ、推しに対しての愛情をちょっと語ってみて。アニメ好きなんですよ僕らが。彼がすごい恋焦がれてる声優さんがいて、その話を今からするんで、ちょっと俺絶妙なタイミングのあれが気になりすぎちゃってさ、ちょっとさ12分でいいからさ、岩見真中ちゃんへのさ愛情をさ、どこがいいのかとかをさちょっと売り込んでみて。じゃあまず、その岩見真中さんっていう自分の推しなんですけど、ウマ娘っていう今人気のゲームアプリのコンテンツのライスシャワーっていう声優さんをしてて、僕がまず知ったんですよ。なるほど。でそれでなんか最近推しの子ってアニメが流行っていて、その黒川茜役っていう声優も射止めて今すごいお仕事頑張られてて、ちょうど昨日幕張メッセでイベントしてたんですよ。すごいですね。イベント。なるほどなるほど。それで参加されたってことですか、イベントに。いやちょっと分かんなかった。いやでも確かに違和感のないタイミングでの相づちはしてたわ。そうですね。確かに聞き上手っていうのは一個の武器になりうる可能性はまああるっちゃあるかなって感じだけど、見た目で言うとあんまちょっとインパクトないんだよな。本当ですか。なんか腹がねえっつうかさ、なんだろう、かっこ悪くはないよ。なんかその辺にいそうっていう。本当ですか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。
カラオケが得意？カラオケは得意、好きなのは好きです。はい。歌うまい？そうですね、そうって自信はあるのはある。自信なさそうな言い方で。はい。いや歌うのは好きです。はい。聞いてもいいですか？なんか一番得意な歌。宇多田ヒカルさんのファストラブ。いいね。自分のトーンに合わせですけど。いきます。Your love is gonna be the one いつか誰かとまた恋に落ちても I remember to her you told me how っていう感じでありがとうございます。じゃあ例えば1年間とかずっと売れなかったら、で売れなかったら当たり前に給料が少ない業界なんですけど、それはどうですか？1年とか2年とかずっと売れなくても。はい。なんか自衛隊を大事にするわけじゃないんですけど、結構メンタルは鍛えられたっていうか、自衛隊も2年して、今のドライバーも約3年ぐらいして、結構忍耐力は自分の中であるのかなっていうんで、コスト慣れるんだったらもうどこまでも粘って頑張ろうかなっていう気持ちではあります。粘ってやってて、メンタルとかね、はあるって言ってるけど、物理的に稼げるお金がなくて生活ができなくなってってなった時に、そんなやっぱ売れなかったら全然給料もないし、普通に働いてる方が絶対稼げるんですよ、コストって。本当に1日コンビニに売ってるなんか長細いパンが6本くらい入ってるやつ、あれ1日1本だったりとか、パン屋さん行ってパンの上にもらってて、本当になんかドラマとか小説とかで言われるようなド貧乏な生活を送ってて、めちゃめちゃしんどい思いしたんですけど、それって本当になってみないと本当にきつさって分かんないと思うけど、そうなった時に、そのメンタルだけで乗り越えられるのかなって正直思っちゃうんですけど。なんか見た目が結構なよなよしてる感じには結構捉えがちなんですけど、そうですね、メンタルでもそうですけど、自分なりに工夫っていうか、そこはどうあがいても乗り切れるというか、我慢して、自分なりの過ごし方をすると思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。可もなく不可もなく、そうですね。ただ普通っていうわけでもないんだよね。ちょっと意地悪なこと言ってもしっかり返してきてたから、もう粘り強いですね。失礼します。はい、どうぞ。よろしくお願いします。失礼します。はい、どうぞ。インフルエンザ取っていいですか？いいよ。ちょっと今日めちゃくちゃ今ダウンタイム中で。どうした自分コンプレックスがちょっと肌汚いことだなって自分の中で思ってて、3回目なんですけど、オーディション今回で。3回目です。ここのオーディション。第2回目、全然覚えてねえわ。エレンさんのリベンジオーディションで今回で3回目です。めっちゃいたっけ？鼻栓してました。マスク取って鼻栓してました。ちょっとマスク取っていただいていいですか？今鼻血。大丈夫。あれね。来てから？もう朝からテルマーク。サウナでずっと今日どうしよう。ポタポタ流れてきちゃって、なんかもう止まったんですけど、なんかもうこのお三方目の前にしたらなんか出ない自信もなかったんで。いたね。いましたか？いたわ。でもこっちもさ、ビジネスとしてやるわけだからさ、やっぱ売れない子を採用はしないよな、もちろんな。だからどうやって売れるつもりなの？見た目は売れないと思いますか？プラス何か？見た目は別に悪くはないけど良くもねえかなって感じで、別になんかもう君にしかないよっていう、君じゃなきゃダメなんだよって言わせるにはさ、何かが必要なわけで、その何かはさ、自分の中で何が自分その何かになりうると思う？自分はやっぱり積み重ねとか努力が一番できる人だと思っていて、ここまで3回目のオーディションも、大阪まで夜行バス乗り継いで、こ
ここまで来たんですけど、この執念は多分今日1回目とかの人よりは絶対に負けないという自信があるので、もう今日は絶対受かりたいと思って参りました。どうだこの特技なん月報せずに炭酸飲料ちなみに、はい、見てください。お願いします。持ってきた。買ってきます。走ってきます。持ってきてないんかい。すいません。これは大阪に寄せた特技で持ってきたって感じですか？月報せずにっていう。そうですね。一つ笑わせるポイントがないと、こっちのフィールドではやっていけないのかなと思いました。有志チームがどう判断するかだな。わかりましたよ。ちょっと、一応熱意は受け取りましたんで。ありがとうございます。おお、まだ割とすごいすごいすごい。ああ、すごい。人と会話するのが好きです。全然好きそうに見えない。いや、そうですかね。まあちょっと緊張してるのもありますし、はい。やっぱホストっていうその職業を通して、その自分がその女性のそのどういう風な分かり方とか心境とかっていうのはいろいろ知りたいなっていうのを思ってまして。なるほどね。はい。やっぱ自分が研修施設じゃねえからさ。あ、そうですね。はい。そんな学校じゃねえから女心学びます学校ではないよ、そもそも。やっぱ勘違いする子多いけど。あ、そうです。ホストとして何かこの武器がありますとか、声とかもやっぱ小さいですよね、やっぱり。というかなんていうのかな、確たるこいつだけには誰にも負けねえとか、これを評価して人々から指名をもらえますみたいな自負を持って、俺の武器はここだぜって言って戦うのがオーディションであって、これで勝負していきますよっていうような感じが正直言ったら感じられなかったかなっていうのが、まあ分かんない、まだ合否はねまた追って連絡しますけど、個人的な感想で言ったらまあそういう気持ちにはなってしまった。了解です。ありがとうございました。今日は、すいません、失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。まあその一言に尽きる。はい。はい。また自衛隊来た。どんだけ自衛隊来るのうちの店。自衛隊なんだ。陸上自衛隊です。陸なんだ。はい。おお。宮城県でボーイもやってんの？今そうですね。国分町。いや、歌舞伎町でやってんだ。歌舞伎町からわざわざ来たの。筋力トレーニング。まあそうだ、陸上自衛隊は強いんだ結構。自信ある？片手腕立て伏せできる？ちょっと一回やってみてよ試しに。できるじゃん。できる。3回ぐらいで3回ぐらい。すごいね。難しいからね。1、2、3。わ、これはすごいわ。大したもんだわ。間違いなくこの特技筋トレはクリアしてます。そうだね。あとまあ格闘技もできるんだね。格闘技、はい。何これボーイやってるってことはボーイやりてえの？内勤？いや、プレイヤーやらせていただきます。プレイヤー。なんでプレイヤーやりたい？ボーイはつまんないの今。そうです。もともとプレイヤー志望でやらせてもらって、それで最初はなんかボーイ業務から慣れた方がいいじゃないみたいに言われて、今まだ1ヶ月目くらいなんですけど、はい。なんだろうな、プレイヤーなんだ。プレイヤーで売れると思うの自分で。正直あまり自信はないですけど、でもやってみたいという気持ちは。まあこれはあるんだね。はい。なんかモテなさそうだよね。モテないでしょ。モテない。はい。なんかモテる絵が浮かばねえんだよな。内勤はやりたくないんだ。うちで内勤やってくれって言ったらどうする？ボーイってことです。ボーイがまあ内勤業務。どう？でもいずれはプレイヤーってかそういう形。いやもうずっと内勤。ずっと内勤です。そういう提案されたと思う。そしたらちょっと厳しいかもしれないですね。厳しいかな。わかりました。失礼します。どうもありがとうございます。失礼します。なんかもうにじみ出るモテねやつオーラ
もう高校生の時の俺を見てるようだったぜ。てか自衛隊なんでこんな来んのうち。だ店長が言ってるだけであって別に俺は別に自衛隊が売れるっていう特別なバイアスはない。俺らが信じてるのはスターバックスですから。スタバは売れる。なんかスタバ安心と安全のスタバみたいなとこあるんですけど、自衛隊はそんなんやけどな俺は。おお、すごいです。ちょっと待っていいですか。ホストグループの合意でやってて、うちではキャストをやりたいってことですか。そうですね、はい。プレイヤーがやりたい。はい、自分だったらやれるなっていう、なんでそうやって思うんですか。自分になんか力がある。力はないかもしれないですけど、自分筋力トレーニングもそうなんですけど、自分が決めたことはやりきるということにちょっと自信があるので、はい、やりきます。はい。筋トレみたいに単純じゃない。はい。例えばじゃあ普通のね男性としてじゃなくて、お金が発生するような僕は男性なんですっていうアピールってあります？今俺らを笑わせてよみたいな言ったらなんか聞きますか？じゃあ一発ゲームやります。始める。はい。いいですか？お願いします。位置について用意スフィンクス。ありがとうございます。じゃあ次お願いします。そっちじゃねえんだよ。いや全然か。そっちじゃないよ。はい、すいません、間違えました。間違えちゃった。お願いします。お願いします。お願いします。そこには書いてないですけど、趣味で作曲とかやってます中本です。お願いします。作曲もやってんだ。はい。めっちゃウケんのは適当手相占い。あ、それ正直特技に作曲って書くほどあれじゃなかったんで、自信がなかったんで何かなと思ったらなんか初回接客とかにも使えそうだなと思って思いついたのが手相で。見れるんだ。ちょっと見てじゃん。あ、はい。そうっすね。あ、感情線上向いてるんで、明日いいことあります、ね。はい。適当だ。適当だ。はい。ちょっとシトさん見てもらったら。はい。こっちの方で。はい。普通に綺麗っすね手。ここだけ毛生えてるの。どう？生命線どう？ちょっとご出所様です。死ぬんだ。やばいな。死ぬんだ。でもそのノリとアドリブ力はすごいいいですね。確かに。まあ一応出身関西なんで多分その血が関西っぽいわ。血が入ってるんですね。関西っぽいわなんかちゃんと関西だ。素晴らしい。うん。なんかいいやつだな。友達になりてえわ。そうですね。ありがとうございます。なるほど。ホストはなんでやろうと思ったんですか？一番最初のきっかけがちょっとの間だけナンパしてたんですけど、新宿で歌舞伎町のあたりで、そのまあ目的ゴールはセックスなんですけど、その飲み屋とか行ってその後行けなかったっていう負けの理由が大体そのホストが絡んでたんですよ。でなんとなくそこから特別視するようになったというか。ナンパしてたらナンパの成功率が結構いいですか？いや全然良くなかったです。彼女いない歴イコール年齢でなんかそういうのがきっかけでナンパ始めてって感じですね。なるほど。なんか最後ありますか？最後年間2024年以内に1億円プレイヤーに絶対なるんで雇ってください。お願いします。以上です。はい。はい、ありがとうございました。やったら2024年以内に1億円ぐらいで1回もなんか成功したことないよ。そんなプレゼンやね。それはもう純粋にいらないわ。もし自分が売れるようなことがあれば、拠点を難波の方に移させていただきたいなと思ってるんですけども、もし売れるようなことがあればってことは、売れる、絶対売れたいっていう気持ちはないんだ、そんなに。いや、めちゃめちゃ頑張って売っていきたいなと思うんですけども、やはりあまり自分の武器になるものがないのかなと思った
武器ないなら働けないよそれはね。俺らは事前事業じゃねえからさ、やっぱ人の深層心理って多分ふとした言葉に出ると思うんだけど、絶対売れる前提だったらやっぱもし売れたらっていうことは多分出てこないと思うし、分かんないけどね、どうなんだろうね。なんかその自信が多分そもそもないんだろうね。いやでもすごいわ、よかった、やっとホームラン来たわ俺今回大出しやってよかったわ。ありがとうございます。終わってます。失礼します。すごいもう気になるわ。お笑い芸人なんですか？あ、そうなんですよ。お笑いやってて、今年の6月まで吉本の方でやらせていただいてて、でちょっと未来が見えなくてちょっとやめました。ピンですか？あ、コンビ組んでてやってました。はい。なんかちょっと芸とか見せてもらうことできます？あ、いいですか？いいですか？はい、失礼します。ゴーゴーレッツゴー輝くマシンライダーチャック。一旦ちょっとロマネにちょっと接客してみてもらってもいいですか？じゃ初回の女の子で。いいですか？だいぶ癖強い女の子ですよ。どうも、はじめまして、銀と言います。よろしくお願いします。お隣いいですか？失礼します。どうぞ。はじめまして。はじめまして。わあ、すっごい髪型が綺麗ですね。あ、ほんま？はい、髪の色とかも金髪じゃないですか。僕ね、金髪好きなんですよ。あ、そうなの？はい。いやもうすごいですね。誰にでも言ってるんじゃん。そんなことないですよ。違う？ロマネさんだけです。本当に？本当ですよ。もう目も綺麗でね、なんか褒めるところしか見つからないですね。整形してんねんこれ。あ、そうなんですか？でもね、美意識高くていいと思います僕は。あ、マジでありがとう。いやもう素敵です。いやもうこんな女性に会えるなんてもう本当にね感謝しかないです僕は。いや嬉しいな。3歳な。うさんくさいな。ほんまですか？金髪ですけど。勢いはまあまあ。まあでもまあよくこれから。すごいね。お願いします。じゃあ座ってください。葬儀屋？はい。送り人。特技お菓子作り。はい。お菓子も作ります。なるほどね。喋るのには苦手なの？喋るんですか？最初すごい人見知りなので根が。あ、その感じあるよね。はい。ちょっと暗いから葬式みたいになってきた。それじゃねえからさ、面接だぜもうちょい元気だし行かないとさ、やっぱり店内 BGM もあるし、この静寂の中で喋れるわけじゃなくてさ、みんなの笑い声とかの中で喋らなきゃいけない。そしたらちょっとね、もうちょい元気だし行かないといけないしね。女の子も悲しい気持ちになっちゃうから。君の相葉がズキュンドキュン走り出しこんなレスは初めてイケメンとタレント性、タレント性で愛されていくかどうかの才能の部分ですね。タレント性で言ったら別にあれぐらい盛り上げられるサラリーマンいっぱいいるからね。まあ確かに。自分の殻は破れてると思うし、そうです。美女かな、三角だな。お願いします。はい。一応取りますけど。どうぞ。失礼します。よろしく。はい。よろしく。どうぞどうぞ。待って普通かっこいいよ。よかった。かっこいい子来た。顔出せないのもったいないな。いや本当に。でもこのリアクションを視聴者のこのね方々も納得してくれる。見たらもう。いやなんか僕個人的にセルティアさんのパーツもちょっとあるなみたいな。セルティアとさ旬のさ最強やんさ。最強なんですよ。シトさん。よかった。合格です。まず合格です。はい。合格でよかった。いろいろと聞いていきたいんですが、まず普
通にちょっとかっこいいよね。ありがとうございます。待ってスタバですね合格です。合格です。スタバなんだ今。そうです。2年半ほど在籍してます。2年半で現在スターバックスでアルバイトをしておりまして、顔出し NG の理由なんですけども、現在4回ってことで泣いていただいておりまして、毎日だけあそこにちょっと迷惑をかけられないっていうので、顔出し NG をお願いさせていただいております。大手企業さんの方に今内定の方をいただいてると思うんですけど、どうして今回じゃあこのザ・クラブの大阪のオーディションにご参加されようかなっていうのは。それも自分がずっと京都に住んでおりまして、その理由が結構家庭の事情とかで、自分母子家庭で、そうなんだ。大学も奨学金で今300万弱ぐらい。奨学金にしてんだ。無利子利子もついてるやつ。ついてるやつ。利子と利子のあるやつどっちも借りてまして、兄弟が3人おりまして、僕以外だと弟と妹がいるんですけども、弟が今専門学校行っておりまして、妹が今中学っていう状況なんですけども、自分のお母さん女一人でちょっと育っていただいてまして、職業が保育士なんですけども、大学とか行かせてもらえたりとか、いやそれはいい話だ。ポストさせていただけるのであれば、もう内定は受けるつもりです。マジかよ。漫画じゃん。何？中学生なの？中学何年生なの？中学今2年生。でやっぱ高校はじゃあ私立行きたいってなったらそれなりの学費がやっぱまたかかってきて、それはもし売れたらじゃあそのお兄ちゃんが負担するの？その家族にお金出したいっていうのがあって。いやもう雇わない理由がねえわ。本当もう指名したいもんね。そうですね。今シャンパン入れてあげたいもん。いやでもすごいわ。よかった。やっとホームラン来たわ。俺今回オーディションやってよかったわ。絶対に働いてよかったって数年後に振り返ってさ、人生を振り返る時期は絶対来ると思うんだけど、その時にうちでよかったって言わせる努力をもう全力でしますんで、普通にちょっと俺この才能を売らせられなかったらもう店の責任だわ。伝説のホストになってください。マジでありがとうございます。本当に即採用本人に伝えてるってことですよね。頑張ろう。ありがとう。いやよかったわ。気をつけて帰れマジで。絶対事故とかも合うなよマジで。本当体に逸材。気をつけて帰れ。はい。大丈夫です。ありがとう。ありがとう。ホームランです。きたー。いやー来ましたよかったー。あれは売れるわ。てかほんと下手したら南の伝説になるんじゃないかなっていうぐらいのレベルよな。この子は多分すごい伸びると思います。一応今日の中ではそうですね、今のところはもうすごく昨日合わせてもかなりいい。そうですね。そうだと思います。だったらこれは不採用なんですよ。俺は欲しい。なんかヘルプ要員として終わって結局その同期で入った子たちが売れてって面倒見きれんす、このレベルを。見た目がめっちゃ古いわ。雇いません。大阪楽じゃねえなとは思うわ。立ち上げこんなきついんだって感じだけどね。